ここでオーディションを受けるんですか？アイドルの聖地のこの砦のステージで？皆さんが受け取った封筒、それが同じ色の者同士が最終オーディションで競い合う相手なのです。なんだ？なんだ？ステージが下がって地下に。オーディションに勝ちデビューの決まった者だけが地上のアイドルの聖地砦のステージに立つことが許される。それがライゼンプロダクションの所属アイドルオーディションバーサスアンビバレンスなのです。ここがダンスルーム。音響スタジオもベッドルームにシャワールーム広い。ランドリールームもあります。そしてここが食堂。わあ、キッチン広い広い。あ、俺もそっち見たい。走って転ぶなよ。この合宿所、稲本さんはインターナートって呼んでたけど、ここには衣食住だけでなくアイドル候補生として活動するためのものが全て揃ってる。どうやら本気で僕たちを1年間ここで生活させるつもりみたいだ。アイドル候補生としてこの地下のインターナートで1年活動するだったか。1年後、14人のうち同じ担当カラーの候補生のどちらかが選ばれてライゼンプロダクションから7人組のアイドルとしてデビューする、そう言っていましたね。なんで俺が。まあまあレオン、始まってしもたことはしゃあないやんか。1年もここで。大丈夫だよ、なごむ兄さん。僕が一緒にいるから。いいなあ、兄弟で一緒にいられて。僕もパパとママに会いたくなっちゃった。しかし稲本とかって案内人はどこ行きやがったんだよ。おい丸メガネ、おめ知らねえか。さあ、じゃあそっちのむっつりは。喋んねえやつって大体むっつりだろ。こんにちは、俺の名前はミオ。普段は無口だけど心の中は騒がしい17歳。憧れの事務所のアイドルオーディションに来たらアリーナのステージが突然下がってわけわかんない地下の施設に放り込まれちゃった。今までいろんなオーディション受けたけどこんなのは生まれて初めて。俺たち一体どうなっちゃうの？なんて俺誰に話してんだろう、心の中で。ああ、ノアよ、愛する妹よ、お兄ちゃんどうなっちゃうの？本当におめえは無口だな。一言くらい喋れよ。あ、どうした天才練習生、さっきから難しい顔して。いや、ちょっと違和感が。違和感？ん？それってこのインターナートに？見つけた。なんだこれ。どないしたん？何かあった？チャラーンエプロン。しかも14人分ってことは俺たちが使うやつってことか？それってつまり自分で食事を作るということ？そうか、そういうことだったんだ。そういうことって？ここを見て回って感じた違和感。ここには僕たち以外の人間が誰もいない。だからさっきシオンが言った通り、ここで暮らす間の食事、その他一通りの家事は自分たちでやらなきゃならないってこと。マジか。私が自分で家事を？ありえない。ありえなくないんです。稲本さん、このインターナートにいる間、皆さんには自分で自分の身の回りのことをしてもらいます。人を呼ぶことはできないのか？今すぐ7時に連絡を。残念ながらそれは禁止です。とはいえ皆さんだけでは
不便なこともあるでしょう。この稲本が案内人兼管理人のおじさんとしてインターナートに住み込ませていただきます。ダンスルームや音響スタジオの管理はお任せください。それ以外は？もちろん皆さんで。そうだ、これを。これってスマホ？皆さんのアイドル候補生としての活動は基本的に SNS を通じて公開されます。これはそのためのものです。1だけ？はい、皆さんで1台を共有してもらいます。共有？一緒に使うってことだよ。てかさ、今日砦に来た時入り口で預けた俺のスマホはまだ返してくんないの？そうだよ、今日はお家に1年もお家に帰れないって連絡しないと。ご安心ください。皆さんの保護者にはすでに連絡済みです。それからお伝えし忘れていましたが、ここにいる間は SNS での活動以外外部との接触は一切禁止とさせていただきます。通話もメッセージもスタンプもか？はい。それって監禁じゃ。ふざけるなよ。たかがアイドルオーディションに1年もかける意味なんかあるのか。同意できないのであれば今すぐお帰りになっていただいて結構です。ただしオーディションは不先輩となります。急なことで戸惑いもあるでしょう。皆さん、明日からのアイドル候補生活動に備えて今夜はゆっくりお休みくださいね。1年間誰とも連絡が取れないなんてよ。困るよ、俺を待ってる可愛い子たちがたくさんいるのにさ。どうしよう。僕お料理とかお洗濯ちゃんとできるかな。正直言って自信ないです。僕もです。私もだ。家のことは全て執事の守谷が取り仕切っていたからな。そういや、さっきも執事がどうとか言ってたよね。いや、てか今時執事って何がおかしい。家事などしたら私の美しい手が荒れる。守谷は身を挺して私を守ってくれているのだ。うちもレオンのとこも似たようなもんや。家のことはほとんどハウスキーパーさんがやってくれてたからな。料理なんてろくにしたことない。たく、これだからお坊ちゃん育ちはよ。そういう自分は家事できんの？当たり前だろ。家事の1つや2つや3つや4つ、この仁太郎様にかかればちょちょいよ。得意料理は？卵かけご飯。察した。丸メガネ、なんだその目は。おめえはきび潰さねえで卵割れんのか。この先のことを話し合った方がいいんじゃないかな。そうじゃないとなごむ兄さんが安心して暮らせないし。もちろん僕が目いっぱいフォローするけど。ありがとうカズ。そうだね。14人がこれからどうやってここで過ごしていくのかスタンスを決めた方がいいかも。それって料理当番とか掃除当番とか役割分担決めるって今のってまさかお腹の音？僕じゃないよ。俺でもねえぞ。まさか丸メガネか？違う。というか僕の名前は丸メガネじゃない。シオンだ。じゃあ無口は？違う。俺の名前は無口じゃない。ミオだ。てか、もしかして俺のあだ名無口で定着しちゃった？ひねりなさすぎー。おめえ本当に何も言わねえな。いや、俺はーい、犯人クック。お腹空いてる。とてもとてもとても。だからさっきから元気がなかったんだね。そういえば地下に来てからまだ何も食べてないですよね。よし、ご飯作ろう。お腹空いてると不安な気持ちになっちゃうじゃん。とりあえずみんなでご飯食べようよ。俺なんか作るからさ。作るって太陽君料理できんの？あんましたことないけど
簡単なのだったら、あ、ホットプレートある。ねえ、みんなでパンケーキしようよ。ホットプレート使ってさ。そんなもの。いいじゃん、オーディション始まって最初の夜なんだし、みんなで食べていろんな話して、少しでもお互いのこと知りたいじゃん。お互いを知る？僕手伝います。俺も。ここで顔つき合わせてても飯が出てくるわけじゃねえしな。クックも。サンキュー。じゃあ向こうから材料持ってきてよ。分かった。僕お料理できないけど。じゃあアグリはあっちから食器持ってきてくれる？私も何もできないが。じゃあレイは食べる係。美味しく食べてくれればいいよ。みんな結構手伝う系だよね。一人にやらせたら悪いよね。俺も何か。よし、俺はホットプレートをセットしてと、コードはバカバカしい。敵同士が互いのことを知って何になる？敵って。俺たちはオーディションで競い合う敵同士だ。仲良し小良しするために集められたわけじゃない。一理あるな。かもね。でも敵なんて。そうかな。僕にとっては敵だよ。ナゴム兄さんの相手なら。カズ、そんなこと。敵じゃない。何？稲本さんも言ってたじゃん。俺たちはライバルだって。敵なんかじゃないよ。それに1年も一緒に過ごすんだよ。それってきっと競い合ってるだけの時間じゃない。お互いのこと知らないより知ってる方が何倍も高め。パンケーキミックスあったぞ。卵。冷蔵庫に牛乳もありました。ありがとう。パンケーキ食べたかったんだ。ねえ、食器ってこれで足りるかな？うん、一旦俺が受け取って危ない。て足にコードが。みんな大丈夫？真っ白。粉が舞って、卵と牛乳が、食器も割れちゃったよ。ごめん、俺のせいだ。ホットプレートのコード無理に引っ張ってたから。大惨事じゃん。私のパンケーキはどうなるのだ？すぐ片付けるからちょっと待って。上でいたったったった。2回目。バケツ取ってくる。ありがとう。くだらねえ。おいレオ。まあしゃあないな。俺も失礼するわ。パンケーキがないなら私もベッドルームで休ませてもらう。僕たちも行こう。でも掃除くらい。疲れてるでしょ。ナゴム兄さんが手を煩わせるようなことじゃないよ。大丈夫。きっと他の人が手伝うだろうしね。お前らもう。悪いけど俺も行くわ。片付けの人数足りてるみたいだし。この状況で立ち去るやつ何？どういうこと？さすがに冷たすぎるでしょ。よかったら大きい何か手伝おう。手伝うから。ありがとう、助かる。君は無責任だ。中途半端に周りに関わろうとした上にこんなことになって。だったらやらない方がマシだ。自分の面倒も見られないのにその場の思いつきで他人に手を貸そうなんて無責任だ。無謀だ。ごめん、俺そんなつもりじゃ。一体どうして僕と君の担当カラーが一緒なんだろ
君と僕は明らかに真逆だ。共通点なんか見出せない。んなこと言ったら俺と丸メガネにだって共通点なんかないだろ。だとしたら事務所がこのオーディション方法を取った意味は、意味っていずれにしろ僕は君に負ける気がしない。アイドル候補生の皆さん、おはようございます。昨日はしっかり休めましたか？さあ、今日からいよいよ最終オーディションが本格的に始動します。身支度を済ませた人からセンターホールに集合。今日から皆さんにやっていただく最初の課題は